こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日はアフリカの国、ニジェールについて深掘りしていくのだ。実はね、ニジェールって国民の年齢のど真ん中がたったの15歳くらいで、世界でぶっちぎりに若い国らしいのだ。びっくりだよね。そんな若々しいニジェールの最新ニュースを今日はたっぷり5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが5つ目のニュース。2025年予算レジリエントで包摂的な回復のための3兆333億3000万 FCFA という記事なのだ。ニジェールが2025年の国家予算をなんと3兆 FCFA 超に決定したのだ。去年の 4.13% も増えていて、国の回復力とみんなが取り残されない包括的な発展を目指すとっても意欲的な予算になっているのだよ。ウクライナ戦争やコロナの影響、経済制裁っていう厳しい状況を乗り越えるために回復力と革新を重視しているのだ。特に保健、教育、そしてインフラ投資に力を入れるみたいだし、新しい税制も導入して経済を活性化させようとしているのだ。この予算はただのお金の分配じゃなくて、国の未来を築くための戦略的なツールなんだって。政府の強い決意が込められているすごく重要なニュースなのだ。この動画が面白いなって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それじゃあ一緒にニジェールの最新情報を見ていくのだ。最後まで楽しんでほしいのだ。ニジェールは西アフリカの内陸に位置する国なのだ。広大なサハラ砂漠が国土の大部分を占め、首都はニジェール川沿いにある活気あふれる都市ニアメなのだ。この国はかつてフランスの植民地だったけど、1960年に独立を果たしたのだ。その後何度か政治的な変動があったり、近年も軍事クーデターが起きたりと安定した道のりを歩んできたわけではないのだ。現在は暫定政権のもとにあるのだよ。人口はおおよそ2700万人ほどで、とても若い世代が多いのが特徴なのだ。未来を担う子供たちの数がたくさんいる国なのだよ。主要な産業は農業で、ミレットやソルガムなどが栽培されているのだ。また世界有数のウランの産出国としても知られているのだ。様々な民族が共存していて、遊牧民の文化も色濃く残る多様な文化を持つ国なのだ。美しい砂漠の風景や人々の温かさに触れることができるのだよ。現在ニジェールは治安の課題や人道的な危機に直面しているのだ。特にサヘル地域でのテロ活動や気候変動による干ばつなどが人々の生活に大きな影響を与えているのだ。国際社会からの支援が今特に必要とされている国なのだ。一つ目のニュースなのだ。2026年大統領選挙、債務大臣のミュアルド・ワダニ氏、与党候補に選出という記事なのだ。ベナンでは2026年の大統領選挙に向けて与党連合の候補者が決まったのだ。秘密の協議の結果、現在のパトリス・タロン大統領の後継として債務大臣のロミュアルド・ワダニ氏が満場一致で選ばれたのだ。これはタロン大統領が3期目を目指さないと明言した後のとても重要な決定なのだ。ワダニ氏は49歳で2016年から経済財務大臣を務めているのだ。与党の共和ブロックと進歩連合の全会一致で指名されたことで、政治的な安定と専門性が重視されていることがわかるのだ。彼はタロン政権の経済政策を支えてきた重要人物で、ベナンの経済パフォーマンスの建築家とも言われているのだ。タロン大統領は与党連合の唯一の候補者をコンセンサスで指名するという方針を貫いたのだ。これは急進的な変革が続いた10年の後、政治的な派手さよりも能力と信頼性を重視するメッセージなのだ。ワダニ氏はグルノーブル経営大学院やハーバードビジネススクールを卒業した優秀な経歴の持ち主で、大手監査法人デロイトでは史上最年少の36歳でパートナーになったのだ。政府での実績も素晴らしく、
ベナンは彼の在任中に 6% を超える経済成長率を達成し、国際市場でユーロ債の発行も成功させたのだ。厳格な財政管理で、2024年にはアフリカ最優秀財務大臣にも選ばれているのだ。与党が結束を示す一方で、野党も元大統領のモニ・ヤイ氏が率いる民主党を中心に、単一候補擁立に向けて動き出しているのだ。和田西のようなテクノクラートとどう対峙するかが焦点になるのだ。この選挙は、ベナンの民主主義にとって、そしてタロン大統領が推進してきた経済改革と国家再建プロジェクト、ベナン・レベレの行く末を試す重要な機会となるのだ。経験豊富なテクノクラートが選ばれたことで、2026年の大統領選はすでに有力候補を見つけたと言えるのだ。キャンペーンがどのような展開になるか、今後の20ヶ月が楽しみなのだ。2つ目のニュースなのだ。2025年フランス語圏アフリカカルチュラ賞リダーデスレイ・ムタリと共にニジェールが2冠という記事なのだ。ニジェールのジャーナリストスレイ・ムタリさんが2025年のプリックスカルトラアフリークフランコフォンで2つのすごい賞をゲットしたのだ。ベナンの歴史的な街ビダで開かれたこの祭典は、今回から西アフリカのフランス語圏全体が対象になって、さらに大きなイベントになったのだ。ムタリさんは、プレスクリテ部門で第1位に輝いただけでなく、大会で一番すごい賞、グランプリ、カルチュラも見事に受賞したのだ。これでニジェールが歴史的なダブル勝利を達成したのだ。彼が審査員を魅了したのは、ユネスコ世界遺産にもなっているアガデズ歴史地区の保存と管理についてのとっても綿密な調査記事だったのだ。その記事の質やオリジナリティ、そして文化遺産への深い情熱が高く評価されたのだ。彼は長年、文化ジャーナリストとしてFESPACO などのアフリカ映画祭でニジェールの映画を応援してきたベテランさんなのだ。授賞式では、ウィダ市長が彼の名前を発表すると、会場は大歓声に包まれたのだ。ムタリさんは感動しながら、ニジェールの旗を掲げて、この賞は、私の国ニジェールに名誉をもたらし、文化のために捧げてきた長年の仕事が実った証なのだ、と語ったのだ。彼は他の最終候補者たちも称え、この賞が文化ジャーナリズムをさらに盛り上げるきっかけになることを願ったのだ。プリックスカルトラアフリークフランコフォンは、ジャーナリストの専門性を高めるだけでなく、文化的な活動を促進し、西アフリカのフランス語圏での協力関係を強化する、とっても大切な役割を持っているのだ。今回のダブル受賞で、ニジェールはアフリカ文化ジャーナリズムにおいて欠かせない存在として注目されるようになったのだ。そして、スレイ・ムタリさんの活躍を通じて、ニジェールが文化遺産を守り、その価値を高めるために努力していることが国際社会にも広く認められたのだ。これは本当に嬉しいことなのだ。3つ目のニュースなのだ。ワールドカップ2026予選。ニジェール、メナ、タンザニアに貴重な勝利で予選争いを再燃。という記事なのだ。ズンダモンなのだ。ニジェールのサッカーチーム、ル、メナ、2026年 FIFA ワールドカップ予選でタンザニアに1対0で勝利したのだ。これは彼らにとってとっても貴重な勝利なのだ。前回のモロッコ戦で0対5と大敗してしまって、がっかりムードだったのだけど、この勝利で選手たちに再び希望が湧いてきたのだ。ワールドカップ予選突破の望みをしっかりとつないだのだ。試合は両チームが互角に攻め合う。とっても白熱した展開だったのだ。そんな中、ついに58分、攻撃を仕掛けていたダニエル、ソーサ選手がボックス内で見事なパスを受け取り、相手の守備をかいくぐって唯一のゴールを決めたのだ。会場は大興奮だったに違いないのだ。さらに試合の終盤には、ル・メナの選手が一人退場してしまって、10人になっちゃったのだけど、みんなで力を合わせてタンザニアの猛攻を必死に守りきったのだ。チームの団結力と強い気持ちを感じたのだ。ベンチもほっとした顔をしていたのだ。
この勝利のおかげでニジェールはグループ E で3位に浮上したのだ。9ポイントを獲得して1試合多く消化している2位のタンザニアの10ポイントにあと一歩まで迫ったのだ。モロッコはもう予選突破を決めているから残る一つの本大会出場枠をめぐってとっても激しい戦いが続くのだ。23回目となる FIFA ワールドカップは2026年の6月11日から7月19日までアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共同開催されるのだ。ニジェールはこれまで一度もワールドカップ本大会に出場したことがないのだ。だからこの勝利はニジェールサッカーの歴史を作るためのとっても大きな一歩なのだ。メナの選手たちは今回の勝利で自分たちにはどんな困難にも立ち向かえる力があることを証明したのだ。次の試合はもっともっと大事になるのだ。もうミスは許されないのだ。頑張れ、メナなのだ。4つ目のニュースなのだ。EHAN2025 ラミネ船員首相 MENAA 大使たちに国旗を授与という記事なのだ。ニジェールは2025年アフリカネーションズチャンピオンシップ通称 CHAN に向けて準備を進めているのだ。7月17日、アリ・マハマン・ラミン船員首相がサッカーナショナルチーム MENAA に国旗を手渡したのだ。これはニジェール国民全体の希望と愛国心を象徴するとっても大切な儀式なのだ。ウガンダ、ケニア、タンザニアで8月2日から始まる大会を2週間後に控えて、首相は首相のマハマド・タンジャ・ジブリル選手に栄光の国旗を託したのだ。首相は、この旗はみんなの全面的な応援と希望、そして選手たちへの強い信頼を表しているのだ、と語ったのだ。さらに、ニジェール国民全員にチームへの祈りと支援を呼びかけ、皆でチームを応援して心を一つにするのだと熱いメッセージを送ったのだ。チームを代表して副首相のモハメド・アブドゥラマネ選手は感動と強い決意を表明したのだ。首相から国旗を受け取ることができて本当に誇りなのだ。我々は祖国のために全力を尽くすのだ。現地の言葉で言うなら勇気を持って祖国のために戦うのだということなのだと誓ったのだ。この感動的な式典には首相官邸の幹部や青少年スポーツ大臣、スポーツ担当部長、そしてナショナルチームの技術スタッフも出席して選手たちへの期待と信頼を示したのだ。 MENAA はこれからアフリカの強豪国と戦うのだ。選手たちはスパイクやユニフォームだけでなくニジェール国民全体の大きな希望を背負ってフィールドに立つことになるのだ。これはスポーツを超えて祖国に名誉をもたらすための挑戦なのだ。みんなで応援して彼らの勝利を願うのだ。5つ目のニュースなのだ。2025年予算レジリエントで包摂的な回復のための3兆333億3000万 FCFA という記事なのだ。2025年のニジェールの国家予算が3兆333億3000万 FCFA に決まったのだ。これは去年より 4.13% も増えていて、国の回復力と包括的な発展を目指すとっても意欲的な予算なのだ。予算が作られた背景にはウクライナ戦争や新型コロナウイルスの影響、そしてサヘル諸国連合 AES の登場など国際的、地域的な課題があるのだ。さらに国内では経済制裁や海外からの開発援助停止といった厳しい状況に直面していて、これらに対抗するためにレジリエンスとイノベーションを重視した予算編成になったのだ。この予算の主な目的はマクロ経済の大きな動きを支えつつ、誰もが取り残されない包括的な発展と財政の安定を進めることなのだ。特に政府は保健、教育、そしてインフラ投資に力を入れるのだ。経済を活性化させ、国の歳入を増やすために新しい税制措置が導入されるのだ。例えば、
今まで免除されていた税金を見直したり、公領権の売却で得られる利益に新しい税金をかけたりするのだ。オンライン販売にも付加価値税、テレビ A が適用されるようになるし、物流や旅客輸送用の新しい自動車には輸入税が免除されるのだ。これは経済の再活性化と税制の革新を両立させようとする政府の強い意志なのだ。ジャーナリストなど特定の職業には税制優遇も適用されるのだ。出面では総額3兆333億3000万 FCFA のうち、公務員の給与、大切なインフラへの投資、そして特に保健や教育分野での社会支出を強化することに重点が置かれるのだ。これは国民が基本的なサービスにアクセスできるようにし、最も弱い立場の人々を支えるためなのだ。この2025年予算は単なるお金の分配じゃないのだ。現在の経済的な課題に打ち勝つ強い国を作り、持続可能な発展のための土台を築くための戦略的なツールと位置づけられているのだ。国内外の不安定な状況の中でも国民を支え、国の経済を発展させ、社会のバランスを守るという政府の決意が込められているのだ。ニジェールは治安や人道的な課題に直面しているけど、ジャーナリストの受賞やサッカーの勝利、意欲的な国家予算など、未来へ向かう明るいニュースもたくさんあったのだ。若い世代が多く、希望を胸に歩むこの国を、これからも一緒に応援するのだ。国際社会からの支援も、引き続き大切になるのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。